私九州の宮崎から来ております。宮崎っていうのはすごくあったかいとこです。すごく暖かくて、雨も多くて、日差しも強い、すごく蒸し暑い町です。で、今日はですね、この図書っていう木をやりたいと思います。で、この図書はですね、今言った、日差し、太陽の光、あと暖かいところ、あと水分を好む植物です。今日はこういう図書、商品のデモンストレーションとしてはあまりこういう改作をする機会っていうのは図書はすごく少ないと思うんですが、今回あまり皆さんが馴染みがあまりないかもしれないけど、こういう図書の、迫力を出した姿に作りたいと思います。で、この図書のですね、有名な地域っていうのは自生している有名な地域っていうのは、中部地区、愛知県、岐阜県、三重県にすごく多いです。で、私は、愛知県の、安城市っていうところに喜八園っていう盆栽屋があって、今日ここにも盆栽を飾ってる有名な盆栽屋さんの大樹園っていう盆栽屋さんのグループのとこで、修行をしたので、この図書とかも勉強をしました。で、これ図書は、英語ではですね、ニードルジュニパーと言います。ニードルジュニパーっていうのは言葉の通り、この針のように鋭いんですね、葉っぱが。ジュニパーっていうのは英語で心拍をジュニパーと言いますが、針の心拍ってことでニードルジュニパーっていうことで英語では言います。で、盆栽界ではこれ図書と言いますが、植物学上では根津と言います。根津でハイネズとかネズミ刺しとも言います。この木はですね、この木のちょっと説明をしたいと思うんですが、この木ってここに陣というか枯れた枝が残ってます。ここにですね、多分私の想像するにもともとはこういうふうな模様木だったと思います。昔はですね、この木の年数自体はもう50年じゃ効かないと思う。70年とか80年ぐらい経ってるかもしれません。で、この頭が、管理が悪くて枯れたのか、もしかしたら人工的に切ったのか、ちょっとそこは定かではないんですが、この木のもう今からここに枝を作るとしてもすごく時間がかかるので、形を模様木ではなくて剣骸という形にしたいと思います。で、さっき言った剣骸っていう形にちょっと変えたいと思うんですが、この木をですね、例えば、正面をこちらで作ろうと思うんですが、なぜこちらに正面をするかというと、こちらの正面だと、この陣とかシャリの迫力があまりありません。ちょっと単調な動きなので、こちらを正面には使えないと思います。こちらを正面にすると、ここの陣の迫力、そしてこの、昔もともと枝があった場所、これが今もう枯れてしまってますが、これも天陣という、てっぺんにある陣として作りたいと思います。で、角度的にですね、こちらを正面にして剣外にしようとすると、こうするわけいかないから、このような形に角度に変えていきたいと思います。角度的にこちらを正面にしてカスケード圏外ですねに作っていきたいと思います。で、ここのもともと枝があった場所ですね、これまだ皮がついているので、若干ちょっと皮を剥いで全てをやってるとちょっと時間が足りなくなるので、皆さんの方正面の方からちょっと見えるようにちょっと少しだけ皮を剥ぐだけ陣にちょっと加工したいと思います。
本来ならばこう木がすごく古いので、時間をかけて彫刻とかした方がいいんですが、もうそのような時間もありませんので、ちょっと皮だけ剥いで、ちょっと色をですね、これ茶色いまま皮がついたままだと見た目が悪いので、ちょっともう色を出す程度の陣を削りたいと思います。まあ機械を使ったりする方法だったり、こういう道具を使って、2、30分はちょっとかかったりするので、もう昨日一昨日ですかね、オープニングのデモンストレーションを向こうの大きい方のステージで静岡の漆畑大河さんがチェーンソー使ってやってましたけど、こんな小さいからチェーンソーなんて使えませんので、手で細かくやりたいと思います。So what anyway, white, this part is he that highlight on this part. This is very attractive part. This is a small opportunity. So you know more attractive. See. 向こうの展示場の方にもですね、宗龍というすごく昔から有名な国風賞も取っている図書が飾られているので、もしまたお時間がありましたら後からまた見に行ってみられると。図書の宗龍っていうのがあるので、それが先ほど言った私の、親方の親方のところ、大寿園さんがお客様の大寿園さんのお客さんのその図書を飾ってあります。こちらの方、どちらから見えてるんですかね。US、アメリカですか。ハワイなんかに図書ってあるんですか。同じようなのはありますけども、腕のあるスイーパーでそうです。Common name is needle jumper. Needle jumper って言ってますね。どんなニードル？もっとそのニードルという葉っぱがトゲが長い。長い。これちょっと作りにくいですね、長いと。もっとね、トゲが痛いんだ。この木もすごく痛いです。めちゃくちゃ痛いです。ビデオ撮られてるんですけど、手が血だらけになるかもしれませんので。バンドエイド持ってくればよかったかなと思ってます。
この図書はですね、葉っぱの種類が、今ちょっとまだ本当ざっと削っただけなんですが、図書の種類っていうのは葉っぱの性質たくさん種類があります。こういう図書もあればそちらのですね、後ろの売店にも置いてある八つ房図書っていうのもあります。それは葉っぱがすごく短いです。すごく商品盆栽にはそういう方がどちらかというと作りやすいです。でこの図書はですね、葉っぱがすごく長いんですね。八つ房図書だと大体長さは1センチなくて、5ミリから7、8ミリぐらいしかないので、すごく商品盆栽には適してます。この木は見ての通り2センチぐらいってすごく長いです。ただですね、これは葉っぱの性質としては決していいものではありません。葉っぱの性質自体はですね、この木を今どちらかというとまた作り直すためにほったらかしにして伸ばしているので、このように葉っぱが長くなってますが、これを時間かけて枝が切り込んで枝がどんどん増えていくことによって葉っぱは多少は短くはなります。Now he keep growing to make strings, growth, strings in the plant. So but during the course of the another 1 or 2 years, cutting bark, then needle tend to stay shorter. At this moment more than 2 centimeters, but much shorter because of the other application of the tree. でこの図書はですね、先ほどニードルジュニパーと言いましたが、心拍針の針の葉っぱの心拍とは言われますが、心拍のように枝は柔らくありません。すごく枝が硬いです。心拍のような無理な枝の曲げ方というのはちょっとできません。で今ちょっと正面のところだけ少し若干皮剥いで、これをもっときれいに実際は作っていきます。で、これ全部やってると時間もなくなっていくので、もう針金をかけにもちょっと入っていきたいと思うんですが、また後から図書のいろんな説明は最後の方でまたいろいろしたいと思うんですが、針金をかけて今から作っていきたいと思います。この木をですね、今から作る時にまず盆栽だからこういう基本的にはトライアングル三角形を作っていきます。正三角形ではなくて不等辺三角形、形が違うけど、三角形の形に今から作ります。このような剣がにした時に頭ですね、エイペックス、頭はどこに持っていくかがすごく大事になるんですが、ちょっとこの木を大きく作るんであれば頭をこのぐらいにしてもいいかもしれません。このぐらいですね。このぐらいにしてもいいですが、今ここに頭を作ろうと思ってもこのデモンストレーションでは、葉っぱの数もちょっと足りないので、頭をですねちょっと低い形に作りたいと思います。でこの天神、これも目立たせるためにはここに頭を持ってくるとこの陣が目立たなくなりますね。で少しでもこの木の迫力を生かしてあげたい。で少しでもあと今日もちょっとそれなりの見た目にするためにも頭をですねここら辺に低く作ってあげたいと思います。じゃあこの頭をどのように作るかという頭の選び方なんですけど、例えばですね皆さんの上から見ていただくと後ろに1本枝がこのようにあります。でこの枝を心拍であればぐーっと曲げてここに頭を曲げることは簡単にできます。この木はですね、図書でも時間をかければ不可能ではありません。ただちょっとこの木のちょっと一つここちょっと見えにくいかもしれないんですが、ここにシャリといって半分もう枝が枯れてしまってます。でこのように半分枯れてるものを曲げてしまうともうほぼ 100% の確率でこの枝は傷む、枯れたりする可能性が高くなるので、この枝を無理やり曲げてここに頭を使うのはよくないですね。であとこの枝を後ろから曲げると
後ろからこう頭が来るような感じになって見た目がおかしいと思います。このような枝を前に持ってくるとですね、違う枝で頭を作りたいと思います。ここに枝がありますが、この枝を頭に持ってくることも可能です。ただこれ前の方から出てる枝を無理やり頭にするとちょっとかっこよくないですね。もう本当に完全なごまかしになるので、今は見た目それとなくごまかしができるかもしれないですが、10年後20年後50年後を考えるとこの木のためにはこれは頭にしちゃいけないと思います。でどの枝を頭にするかというと、ここにですね横の枝、この枝をまだ枝が細いので、この枝をこのようにぐーっと曲げてここに頭を持ってくるとこのような形ですねにするとでこれで頭を作っていきたいと思います。で今からちょっといらない枝を切っていきたいと思います。でこのビューンと伸びているこの枝ですね、この枝を使って県外にしちゃうと、これはあくまでも商品盆栽組合がやるものですから、これじゃ商品盆栽になりません、大きすぎて。でこれじゃ切りたいと思います。もう長すぎるので。はい。ああ、これ皆さんもしよかったら触ってみられるとすごく手が痛いと思います。チクチクしてもしよかったら回してみてください。すごくチクチクして痛い。でですね、これ、この枝で下の枝を使って、これで先ほど言った頭をこう作っていきたいと思うんですが、ここの裏にある枝ですね、これ切っても悪くはないんですが、これで切ってしまうと枝がすごく少ないですね。たったこの僕が今手で隠したこの枝だけで作ろうとするとすごくちょっと寂しい木になってしまうので、今はこの裏枝も使って、これ角度をこのぐらいにするとまだ下にですね、ここにまだ下に陣があります。土をこう角度変えても、この下の陣が目立ってくるんですが、こちらの方がちょっと寂しいので、ちょっと正面から見た時に少し枝が見えるように、ちょっと針金をかける前の、少し切り込みをしたいと思います。この太い正面から見た時のこの枝が太いのが2本あるんですが、この枝をですね少し後ろの方に曲げたいと思います。
今枝を曲げたことによってこう空間がちょっと空いてきました。ということはそれだけこの枝が後ろに曲がってきたんですね。ちょっと小さな針金をかけてですね、この下の枝とか輪郭を今から作っていきたいと思います。太い枝はですね無理な曲げ方っていう難しいんですが、細い枝は結構曲がるので細いうちに木の輪郭、形を作るために、針金をかけていった方がいいですね。When the branch is still fixed, you get, then you start wiring as soon as possible. You want to wire the bends. So the earlier stage is advisable. で先ほどちょっと売店をちらっと見たら、そちらのですね後ろの三浦梅樹園さんに図章のちっちゃいのがあったんですね。八つ房図章のすごくぐにゃぐにゃ曲げてあります。それなんか多分もうほんと小さい細いうちにすごい曲げ方を曲げてあるので、ああいう素材を買ってからするのもまた一つの楽しみ方だと思います。You can find many smaller shorting. For example, Mr. Mura's shop. They with twisted stem. That tree was wired very early stage of those limit stage. So then you can buy and to make further development. Tree was more good. 頭の位置がですね、まだこれ細かい針がかけますけど、このようにして頭を今から最終的に作りますので、あとはちょっと下まだ針金かけていきたいと思います。Now you can see the rough shape is creating at this moment. To continue the detailed work on the other inner branches. 私今アメリカからも盆栽のプロフェッショナルがすぐそこにも来てくれてるんですが、海外だとアメリカとかと、前回ちょっとベルギーの方にも行かせてもらったりとか、海外でもこういうデモンストレーションするんですが、いやー日本の方が緊張しますね。Quite often go abroad to do demonstration in the States and the Belgium. Attending to the so-called New Under Bonsai, Belgium. It's very famous one. But in Japan, he's getting more nervous. He always hears, he's taught by his master. Always he has to work, make it hands. 五感でオーブン。それこそ私目が悪いからコンタクトレンズなんですけど、手がガサガサなのでコンタクトレンズすぐ破ってしまうぐらい、手がそのぐらい荒れてしまいます。Plastic lens when he changed. He can keep such kind of image in the end. It was a completely different shape or different
style to what she wanted, but in another way, um, the first image is important, but so they are working. Maybe he has another image to make it more good shape in the end. Yes. Sometimes he intentionally change his first image. Years later, you can find completely different style, accomplished style. もうちょっとまたざっとですけど、下をこのぐらいの枝をですね作っていきたいと思う。このぐらいの輪郭で作っていきたいと思います。これですね、今日他のデモンストレーションで植え替えをした方とかもいらっしゃい、植え替えまでした方もいらっしゃいますが、この図章の場合はですね、今このように切り込んで、植え替えがですねすぐにはできないんですね。なぜかというと、今から枝を切って、次また芽が吹いてきます。だいたい今切ると3週間後ぐらいに新しい芽が吹いてきます。その新しい芽が5マ粒ぐらいの大きさになってから植え替えをするので、今日はもう植え替えはもうできません。植え替えはですね、今切ったらその3週間後ぐらいなので、だいたい5、6月ですね、植え替えが。で、その時期にするか、あとは春この図章の新芽が吹き出す直前、3月の中旬下旬ぐらいから4月の上旬ぐらいにかけての植え替えをしてもいいです。
今商品盆栽世界中ですごく人気があって、もう海外に行ってもですね商品盆栽今やってる方が本当私もびっくりするぐらい増えています。ヨーロッパがすごく商品盆栽いる方多いですけど、私は基本的に海外は、アメリカが中心、メインで行ってるので、アメリカでもすごく今商品盆栽増えてます。フランスとかもすごいですね。で、やっぱ今それだけ海外で商品盆栽の人気があるので、すごく私たち商品盆栽に関わっているものとしてみればすごく嬉しいことなので、日本の方もですね商品盆栽だったら例えばアパートマンションというもう庭がたとえすごく少ない小さい庭でも十分に盆栽をこう飾って楽しむことができるので、商品盆栽に皆さんぜひ触れていただいて楽しんでもらいたいと思います。今今回、商品盆栽組合の、に、入っている盆栽業者の方が、3、40件この全体でいらっしゃるんですが、全国に、今150件ぐらい私たちのこの組合に入っている業者さんがいる全国各地にいるので、地元の盆栽屋さんだったり、いろんな商品盆栽の展示会に行ってですねどんどん商品盆栽に触れていただけるとすごく初心者の方でも楽しみやすい大きさだと思います。図書のですねちょっと剪定を若干説明したいと思うんですが、図書はこのように枝がありますが、よく後からまたご紹介しようと思ってたんですが、こういうそちらに近代出版さんがですね売店ブースをそちらに設けておりますが、鉢とかいろいろ並べてたり本とかもいろいろ販売しているんですが、この心拍図書の育て方、この本にですね図書のもう本当あらゆることが載ってます。こういう本をですねいろいろ参考にしてもらって図書に触れていただきたいと思うんですが、図書はですねよく目摘みをするっていうふうに言われる方が多いです。目摘みっていうのはこういうふうにこの新芽を取ってこの黄緑色のこの芽が今年伸びた分です。4月からですね芽が吹いた分なんですが、この先っぽをですねこのように摘んでもう大きくしなくするこの作業のことを目摘みと言います。で、この図書はですねこの葉っぱがたくさん細かい葉っぱがありますが、この葉っぱの元に芽を吹きやすい植物なんですね。ここに小さな葉っぱの元にですねちょっと見えにくいとは思うんですが、芽がすごくあるんですね、たくさん。この芽を元に何もないところで切っても絶対吹かないわけではないです。吹く可能性はあります。
ただ芽があるとこで切れば確実にもうそこからまた芽が吹いてくれるので、そういうふうにして図書はこう切り込みをして作っていきます。図書をですね針金かける時っていうのは、先にですね中の葉っぱを透かしたりとか、先ほど言ったこう葉っぱを巻き込んでしまうので、下の枝ですね、下の枝っていうのはもう基本的にいらない枝の芯ですね。枝の芯よりもこれが枝になっていき、これでこう枝作るんですが、この下にある枝、これはもうまずいりません。Needle pointed down from the spine. It's not necessary for further growth. So first, remove all the parts in pull off. でそしてこの下の葉っぱですね、こういうのも取っていいです。このように手で引っ張ってもらえれば簡単に取れます。こうすると針金はすごくかけやすいです。今もう時間の関係もあってもそんな取らずにちょっと今やってますが、そうすると手のこうチクチクするのもですね若干は抑えれますので。でですね、これ上から見ていただくと頭ってこれだけになってしまうんですね。これだけだとちょっとあまりにも見た目が不格好なので、この後ろの枝をですねとりあえずちょっとしたごまかしになりますが、一旦ここに持ってきて、この頭の後ろの部分をこれで隠してあげたいと思います。その代わりこのようなごまかしの枝はいずれは取っていかないと、将来本当の姿にこう形ができていた時にですねちょっとやっぱり違和感が出たりするので、
このようなごまかしの枝をとりあえず今日はしますが、23年後にはこの枝はもう元から切ってしまおう、元っていうかここですね、これを切ってしまおうと思います。今日は一応皆さんにある程度の輪郭を見ていただきたいので残して。Temporary apex of the tree. But basically it's not based on that part. But for good appearance, this demonstration, we make a temporary apex tree. アウターライン as neat as possible. The thicker branches are upstairs, the wire set the branches of trees. Yeah, for the younger branches, they have to apply another wiring or make shape and just cut the end of the branches. この正面から見た時にですね、ここに空間がありますよね。この空間のとこに全く枝が何もないとすごく奥行きが感じれないというか、単なる面に写真っていうかですね、面にしか見えないんですね。盆栽ってあくまでも立体なので、奥行きとか、木の広がりとか奥行きを見せてあげることが大事なので、この枝が何もないように見えるここに枝を少し曲げてこの空間をカバーしてあげたいと思います。Shape fit into steam triangle. So any part of the bonsai, small cylindrical triangle, combined with seeding, separating triangle part will form in many different parts of bonsai. So to give up small triangle part total integrated scaling triangle shape. All different position. All different position. 今ざーっとこのような針金をかけて、形を
ある程度作ってみたんですが、正面がこの割り箸が2本並ぶとこですね。でここにまだボリュームを少しずつ作って、正面から見た時に枝が若干見えるぐらい、あんまり見えすぎると流れがこの木は右からこう風が吹いて左にこう傾いたような木ですから、こっちに枝が長すぎるとおかしいので、ちらっと見える程度にしながら、もうちょっとボリュームをここに作っていきたいと思うんですが、で頭ももうちょっと全体的に枝数を増やしていってですね、これだけの枝数を切ったので相当中からどんどん芽が吹くと思います。そういうふうにして、例えばこのぐらいの枝数でも3年、5年あったらもう展示会に飾れるようなぐらい枝が増えていきます。大体4、5年見といてもらえればいいと思います。で、この木は植え替えを、先ほど言った3週間後ぐらいに植え替えをすることになりますが、例えば鉢をですね、例えばさっき言った県外ですから、例えばこういう丸いちなみにこの鉢そちらの近代出版さんからちょっとお借りしてきましたけど、このような鉢ですね、ちょっとあったのでお借りしてきたんですが、このような丸い鉢に植えたり、あとは正方形の鉢、あとは六角形とかですね、そのような鉢も似合うと思います。で例えばこのようなこれ木工鉢というんですが、木工鉢もですねこういうもうちょっと浅い鉢もあります。もうちょっと浅い鉢がありますが、そういう浅い木工鉢よりもこのぐらいちょっと力強い木工鉢に入れてもこの木は似合うかなと思います。で植え替える時の土なんですが、盆栽やってる方たちはクレイキングっていう土をご存知かもしれません。私はそのクレイキングを使ってます。そのクレイキングっていうのが、赤玉、桐生砂、山砂、今富士砂も混ざってますけど、その4種類ぐらいが混ざってるんですね。大体そういうクレイキングを持ってない方は、赤玉が、6割ぐらい、桐生砂を2、3割、あと山砂を1、2割入れていただいて、混ぜて使っていただいて、そしてなおかつですね、私竹炭を使っています。竹炭、私はこれと同じものをいつも使うんですが、これもそちらの金新さん、道具屋さんのほか売ってるのをお借りしてきたんですが、こんだけ細かい竹炭がこれ入って小さいんですけど、竹炭を私は使うようにしています。この竹炭はですね、私はいろんな盆栽の種類がありますが、五葉松と赤松には使いません。これはこの竹炭はですね、保水性もあるんですね。水を吸収してくれるので、水かけを楽に補えることも若干水かけの手助けもしてくれるものです。この竹炭を使うと、五葉松と赤松っていうのは標高の高山植物で、水が多いよりも五葉松なんか特に水少ない方がいいんですね。そのような木にはこの竹炭は私は入れません。保水性が良すぎるので。図書とかは先ほど最初に言ったようにすごく水を好む植物です。だから私心拍にも図書にも黒松にも、入れますし、あとは何入れるか、僕もほとんどもみじとか雑木でも何でも入れてしまってます。私はこの竹炭すごくいいなと思って、これと同じこの竹黄っていうこれを私は使っています。これで多分1000円だったと思うんですが、かなりの量が入ってますので、これ5% しか入れないから、これ一つあれば相当持つと思います。あと竹炭って炭っていうのは殺菌効果もあります。最近ですね、ラーメン屋さんとか行くと特に水の中に炭が入ってたりしますね。であと浄水器、水道の蛇口につける、あそこにも炭がボンと入った浄水器なんかも今販売されたりしてますが、殺菌効果があるんですね。図書にしても、例えば長寿梅は眼種病という病気がいたりするから、私はこの竹炭を使ってその眼種病の予防をしたりします。図書もですね、やっぱりそんなに盆栽で作ってる間に鉢植えしてる時にそんなに病気って私出たことはないんですが、病気が出たりすることもあります。それはなぜかというとこうやって心拍にしても図書にしてもこのように白骨化した腎とかシャリがありますね。これなんでこういうふうになるんですかって
心拍とか図書はその枝が枯れたりします。なんで枯れるんですか。まあ簡単に言ってしまうと、そういう生き物って言えばそういう生き物です。それはもう逃げかもしれないけど、そういう生き物だからこういう陣とかシャリができるんですね。だから私すごい有名な盆栽の先生に欅が枝枯れするなんでですかって聞いたことがあるんですね。本当有名な盆栽のプロの方ですごい方なんですが、そうするとその方が言われたのは、欅は枝がよくできるよね、枝ができるってことは枝更新するから枝枯れることもあるんだよ。実際そうなんだと思いました。だから図書はですね、やっぱそういう病気とかで根の病気とか虫があるとは言われてます。でもそれで枝が枯れたからしょうがないと思うんじゃなくて、この竹炭で殺菌を私はしています。あと消毒ですね、図書は水が少ないと赤ダニっていってダニがつきやすくなります。根っこに水かけるだけじゃなくて葉っぱにも水をかけてあげた方がいいです。それは殺ダニ剤をかけていただければいいです。殺虫剤でですね、消毒をするときに殺虫剤でパダンっていう消毒液があるんですね、殺虫剤で。それは図書には絶対使っちゃいけないっていうふうに言われています。私はそれ使ったことないんですが、ちょっと笑い話でですね、僕聞いたのが、パダンを図書にかけたら図書がパタンって枯れたって、本当いやそういうふうにも聞いたことがあるんです、本当に。だからそのぐらいパダンっていうのはダメだっていうふうに聞いていますので、私は使ったことはありません。今始まる前にですね、ちょっとこれ写真を撮っていただいてたので、元がこのような木だったんですね。だからこれをこのような県外に作らせていただきました。はい、だから角度がこのようになるんですね。先ほど言ったこういう図書の本とか初心者向けのこの盆栽の本とかに図書のことをいろいろ詳しく載っています。植え替えの時期、針金掛けの時期、土はどういうふうにした方がいいとか書いてあるので、こういう参考書を見ながらですね、枕元にこれを置いて携帯ばっかりいじらずに盆栽の本見て盆栽を楽しんでもらいたいと思います。はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。